プロデューサーさん、実は今日学校で小テストの範囲何？ってことがあって、みんな学校でも有名で、昔からそうなんですけど、やっぱり私だけあんまり知られてないのかなって。みんなとアイドルしてるって、周りの人にも全然だから私ももっと努力しないとって。何をどうすればいいのかはまだ考えてるところなんですけど。でもクラスメイトにも知られてないくらいで。お願いします。私がどうしたいか。私はそうですね。はい、よろしくお願いします、プロデューサーさん。高校生クエスチョン。これクイズ番組ですよね。見たことあります。テレビでやってるやつ。これに出場するってことですか？でもこれって確か3人くらいでチームを組むんじゃなかったですか？いろいろな高校のクイズ部の子とかが。トールちゃんとかまどかちゃんとかひななちゃんと出るってことですかね、チームとして。芸能人チーム？
ります。私、それ、やりたいです。明日になってもきっと気持ちは変わってないと思います。だからまた明日も同じようにお返事しに来ます。私それやりたいですって。すごいですね。ありがとうございます、プロデューサーさん。やります。私出演してみせます。だからよろしくお願いします、プロデューサーさん。優勝って出演してさらにその中で一番ってことですか？もちろんですよ。当たり前じゃないですか。そのくらい全然余裕なんですから。そうだったんですか？すみません。そうですよね。もしこの単語が番組の試験に出たらって思うと、ちょっとでも時間無駄にしたくないなって思っちゃって、信号待ちのところで単語を覚えようと思って単語帳を出したらそのまま来ちゃいました。今度からは気をつけますね。プロデューサーさん、そうですよね。もし事故とかにあったらプロデューサーさんにも迷惑かけちゃうし、番組の試験も受けられないですもんね。でも私無理はしてないですよ。今すごく楽しいんです。こうやって勉強してるの。はい、今まではとにかくやらなきゃって、そ
そうしなきゃいけないんだって何かに追われるみたいに参考書をめくってましたけど、今は本当に自分がやりたいって思ってやってるから、だからすごく楽しいんです。はい、私も自分がこんな風に思えるなんて自分でも少しびっくりしてるんです。学校の勉強とかも自分のためになることだって前よりも思えるようになった気がして、試験以外で具体的にどこで役に立つかはわかんないことも多いですけど、でもありがとうございます、プロデューサーさん。素敵なお仕事を提案してくれて。じゃあ行ってきますね。プロデューサーさん、なんだか私より緊張してるんじゃないですか？それはあの時たまたまですよ。あれからはちゃんと立ち止まって団子帳を見るようにしてましたから。いえ、緊張してないわけじゃないですけど、試験には絶対答えがありますから。今までやってきたことが出題されれば解けますし、逆に知らないことは解けません。だからもうほとんど結果は決まってるんです。私がやってきた問題が出るように祈っててください、プロデューサーさん。あと回答欄ずれちゃったりとか、消しゴムが遠くに落ちたりしないようにとか。はい、じゃあ行ってきますね。プロデューサーさん、まだわかりません。問題用紙も回収なので自己採点もできなくて。すごくよくできたような気がします。プロデューサーさん、ここでずっと待ってたんですか？今採点してもらってて、結果はまた集合がかかるそうです。できてるといいんですけど。そうですね。また挑戦したいです。何回でも。はい。
そのおかげかな。勉強してきたことがバッチリ出たんです。他の皆さんがどのくらいできてるかわからないので、出演できそうかはわかんないんですけど、プロデューサーさんの祈りのおかげかもしれないですね。全然映ってませんでしたね。最初のペーパーテスト上位のところで抜かれたくらいで。せっかく出られたのに全然爪痕残せてませんね。そうですけど、本当に一瞬だったし、多分見てた人ほとんど覚えてないんじゃ。ペーパーテストから出演した人で珍回答を出してる人も難問を答えてる人もいましたから、私はどっちもできずじまいで。早押しなんて押せすらしませんでした。ああいうところに立つと簡単な問題も全然わからなくなったりして、やっぱりただの試験とは違いますね。私、結果は残せませんでしたけど、だけどこの番組のために努力したことは一つも無駄じゃなかったと思います。勉強しなきゃとかやらなきゃって、そういう風に思ってた時と今回ってやってることはほとんど変わってなくて、だから今までそうやって追われるようにでも積み重ねてきたことってちゃんと私のやりたいことにつながってたんだって思うんです。お母さんとか先生とかがこうしなさい、ああしなさいって言ってくれてたことってちゃんと私のためだったんだなって。だけどそういう風に思えるようになったのはプロデューサーさんのおかげだと思います。はい、だって私が何をしたいのかいつもそれを一番に考えてくれるから。そうですよね。勉強してきたことしかきっと試験では答えられません。だからいろんなことを勉強して積み重ねて、試験だけじゃなくてちょっとずつだけどいろんなことができるように、できることを精一杯やってやる